はい、レファレンス2021です。今回は仮時計プレゼンツ腕時計レビュー第6回目をお届けいたします。この企画では褒めるところは素直に、ダメなところはしっかり物申す、時計レビューを通して本当に使える納得できる時計とは何かを私の目線でお届けする他にはないものとなっております。そして本日レビューするモデルはこちらになります。チューダーのブラックベイ58ですね。この時計今や中古でも非常に人気のモデルですよね。でも今回のレビュー実はかなり難しい判断を迫られました。その理由はやっぱり価格ですよね。2020年前後っていうのはこのモデル定価30万円台だったと思うんですよね。けど2025年の7月現在定価は61万500円というね、倍近く上昇してるんですよ。そのため今回はこれから買う方にとって満足できるか、この視点でですね、本音レビューしていきたいなと思っております。詳しいモデルスペックに関しては画面に出しておきますので、気になる方はですね、こちら一時停止してぜひご覧になってみてください。まずはチューダーというブランドの背景を簡単に確認しておきたいなと思います。近年チューダーは若者層を中心にすごい人気が急上昇してるかなと思ってます。古着ブームっていうね、相性といい、ヴィンテージデザインですとか、ファブリックストラップ、ブロンズケースっていうのが、評価されてきてるのかなっていうのは私の印象ですね。チューダーはロレックス創業者のハンス・ウィルストルフが高品質でありながら手の届く価格帯を目指して立ち上げた経緯があります。そして最大の特徴はロレックスのヘリテージデザインを生かしながらもボーントゥーダレという現状に甘んじない挑戦者の姿勢っていうのをブランド哲学を掲げています。そうなんですよね。チューダーは他社の高級時計にありがちな妙に静かで落ち着いた空気感っていうのはなくてですね、かなりアグレッシブでエネルギッシュなブランドとして他と一線を画す個性を持ってるっていう感じなんですよね。ただ一方で根強く残るイメージっていうのもありますよね。それがプアマンズロレックスと揶揄される、廉価版っていうブランドの立ち位置なんですよね。ただね、ここに対する評価っていうのはステータス重視層と時計実用層っていう、両者で真っ二つに意見分かれていますね。一つ少々複雑なのがムーブメントの位置づけなんですよね。チューダーのムーブメントは現在子会社のケニッシで製造されています。一部の時計ファンからは自社製と名乗るには無理があるという声をですね、よく聞く箇所ですね。なのでここについては私の持論をちょっとお伝えしておこうかなと思います。まず客観的な視点でですね、ケニッシはあくまでもともとチューダーのムーブメント部門として始まった、それが経緯の本当始まりなんですよね。しかしその後シャネル、ブライトリング、タグホイヤー、ノルケイン、フォルティスといった、外部にまで提供できる成長を遂げたっていうのがケニッシっていう、子会社なんですよね。こういった理由っていうのはケニッシムーブメントっていうのが、高い精度、耐久性っていうのを持ってて、それがブランドを超えて高く評価されているっていう感じなんですよね。こうしたスケールメリットを背景に、高品質でありながら低価格なムーブメントっていう評価を、確かなものにしてるっていうのが今のケニッシの立ち位置ですね。で、こういった客観的な立ち位置から見てですね、私の個人として感じているのは、チューダーっていうのは自社製と呼ぶことに全く違和感はないかなって思ってるんですよ。少なくともマーケティングだけでね、実態に乏しいなんちゃって自社製歌ってるブランドっていうのが他にいくつかある中で考えるとですね、それらと同列に
語るべきではないかなとも思ってます。ただね、チューダー側もちょっと問題があって、自社製っていうだけじゃなくてですね、ここにちゃんとケニッシ製っていうのを、補助的に表記しておけばですね、こういった誤解っていうのは当初からね、されずに済んだんじゃないかなとは私は思ってます。ここからはですね、実機を手に取りながらレビューしていきたいなと思っております。このモデルの特徴といえば何といっても、レファレンス6538、通称ボンドサブ、これをオマージュしたかのような、ヘリテージデザインの部分かなと思ってます。レッドトップ、デカリューズ、ゴールドレター、サークル付きのミニストラック、リベットブレス。ざっと並べてみても、もう100万ディティールじゃないですか。もう思わず、やっぱこれ見ると、ロレックスグループはやっぱずるいなって思ってしまうほどなんですよね。だからやっぱこれドーピングだなって思うんですよね、これ。で、さらにもうちょっとだけマニアックなポイントで言えばですね、ベゼルフォント。ここも縦長をこう再現してて、こういった部分も細かいですけど、結構分かってんなって感じがするんですよね。厳密に言えば5とか1とかは全然全く違うフォントなんですけど、4に関してだけは割とね、再現してるんですよね。こういうところがね、ちょっとやっぱ分かってるよね。分かってやってんなって感じました。また、アルマイト加工されたアルミベゼルっていうのがフェード感を演出してると思うんですけど、マット処理されてて、文字盤もグレイン仕上げ風のマット処理になってて、全体的にややこうグレー味を帯びたような印象なんですよね。ダイヤルデザイン一つ目ですね。あえて安い塗装を決断したグレインラッカー文字盤ということで、一見すると特段見るべきところはない文字盤加工で、これはラッカー塗装のグレイン仕上げって言えばいいんですかね。要は昔の安いラッカー塗料をあえて現代風に再現したような、マットブラックラッカー仕上げになってて、こういったところはまさにボーントゥ誰だっていうところなのかなと思いました。要はね、最近は低価格機でもそれらしく見える中途半端なね、高級仕上げの文字盤がすごい増えているんですよ。そうした中ね、潔く、ここまでチープな文字盤でヴィンテージ感っていうのに全振りしてるっていうところが私は個性的だなって思いました。さらにヴィンテージ感とケースの薄さを狙ってほんのわずかにこのボンベダイヤルになってるんですよ。その影響でだとは思うんですけど、ラッカー自体はねグラでかけてるわけじゃないと思うんですけど、この形状と相まって微妙なねフェード感みたいなのをちょっと感じましたかね。ダイヤルの2つ目ですね。ここめっちゃ細かい話なんですけど、ハンドはイエローゴールドメッキとマーカーがピンクゴールドのメッキっていう2色使いだったんですよね。これ意図は不明なんですけど、自踏ん張りを浮き立てて、視認性の確保をすることが狙いなのか、もしくはここもダイヤルにヴィンテージ特有のフェード感みたいな、そういったものを加えるためだったかもしれませんね。針とインデックスのカラーが異なるっていうのはね、これやっぱヴィンテージの味としてよく言われてるところではあるんですよ。だからそういった狙いがあったのかもしれないですね。どちらにしてもここに何かの意図を持っているとするならば、ちょっとやっぱ一手間じゃないですか。ただね、未だに誰にも気づかれてないかもしれないですけどね、ここは。絶妙なサイズ感設計ということで、実測で 38.2mm のケース径、厚さは 11.9mm、重さは 130g 程度でした。これはダイバーズとしてかなりコンパクトで万人にフィットしやすい絶妙なサイズ設計ですよね。特に注目はこの厚みですね。ここがこの時計一番のこだわりポイントなんじゃないかなと個人的にはなんか感じましたかね。この薄さを実現するためにドーム型文字盤、ボックスサファイア、さらに200m 防水に抑えるっていうこととかですよね。
こうしてそれぞれで厚みをわずかに削ぎ落としていって、この厚さを実現してるっていうのがなんか見て伝わりました。なので斜めから見るとまるでドーム状のサファイアの中に秒針が閉じ込められた、要は氷の中に閉じ込められたみたいな、そんなイメージになってて、それが時を刻んでるっていうなんか不思議な浮遊感がありました。すごくユニークなデザインですよね。これちょっと脱線するんですけど、チューダーの象徴といえばリューズなどに刻まれているバラの紋章っていうのは皆さんご存知ですよね。だから私これ見た時に倉俣史郎のバラをアクリルの中に閉じ込めた世界的な名作チェアでミス・ブランチっていう椅子があるんですけど、これを思い出したんですよね。これまさか狙ってるんですかね。なわけないか。針の夜光、視認性、機能性ということで、一つ目ですね、ロレックス譲りの最強ダイヤルデザインということで、12時位置の三角マーカーなど、やっぱりこのデザインは夜間でも正位置が確認しやすくて、ダイバーズとしても実用十分かなと感じました。そして2つ目がチューダー名物の強力な夜光発光量ということで、全メタルパーツでギリギリまでみっちり夜光が塗布されています。特に地踏ん張りの塗布面積っていうんですかね。これはもう根元までみっちりだったんですよ。マーカーもメタルの縁がほとんどありません。夜光の板をそのまま貼り付けてるみたいな感じなんですよね。夜光色はヴィンテージ感のあるグリーンでした。3つ目は夜光塗布技術ですね。特筆すべきなのは地震に使われているスケルトンイカ針の夜光塗布技術っていうのがすごいなと思います。ベンツ針などの仕切りを一切使わずにですね、この広い面積に夜光を塗布しているんですよね。つまり表面張力だけでこのでかい面積に夜光を塗ってるんですよ。これ地味にすごくないですか？なんか特別な塗り方をね、開発したんじゃないかなと思いますね、これは。そして次にブレスレットですね。で、一つ目はダブルロック仕様のカリッとしたクラスプということで、ロックボールは2箇所とも最新素材のセラミックボール仕様でした。このカリッとしたクリック感に、上質さっていうのは確かにないんですけど、その分金属ボールのような摩耗がないですね、これは。つまり何十年使おうがこのカリッと締まるロック時のフィードバックっていうんですかね。ここはいわゆる劣化しないってことですよね。ちゃんと締まったか分かりにくいクラスプって長く使ってると微妙にストレスかかるんですよね。そうした点でチューダーは安心できるクラスプかなと思いました。そして2つ目は合成感のある腕なじみの良いブレスレットっていうところですね。3連ゴマのブレスレットは機能的に不満は全くないものでした。腕時計界で最高峰のブレスレットを製造する、ロレックス譲りの合成感と腕なじみの良いブレスレットですよね。コマの形状はロレックス同様に人体工学に沿ってカーブしていました。次にリューズフィーリングですね。で、1つ目はリューズのアンロックっていうことで、ロレックス譲りのねじ込み式リューズを採用しています。リューズガードがないことですとか、アイコニックなこのデカリューズ仕様っていうこともあってですね、アンロックは非常にスムーズ、やりやすかったですね。ただ、ローレットが細かすぎて、指かかり自体はあまり良くないかなと思います。そして2つ目は巻き上げフィーリングですね。で、ここの巻き上げ感もロレックス譲りですごく良かったです。ラチェット感のあるカリカリっとした上質な巻き心地っていうんですかね。これが音でも楽しめるリューズでしたね。この価格帯の自動巻きムーブメントだとどうしてもチョロ Q フィーリング不可避なので、こうした細かい箇所で上質なフィーリングを楽しめる時計っていうのは他になかなかないと思うんですよね。あとまた貼り合わせ自体もですね、適度な重みがあってふらつかず合わせやすかったかなと思います。で、3つ目にちょっと悪いっていうよりも使う上で注意した方がいいかなと思った点だけお伝えしておくと、リューズの引き出し時のクリック感が
ちょっと弱いんですよね。これは個体差かもしれないです。使い込まれすぎたことによる個体差かもしれないんで、何とも言えないんですけど、こういった部分っていうのは安いムーブにありがちなポイントでもあるんですよね。これ何が問題かっていうと、要は引き出し終わったっていうフィードバックが弱いんですよ。こういう時計の場合、やっぱ思いのほか強く引きすぎてしまって、要は終わった感がないんで、グッて引きすぎてしまって、リューズ抜けっていうんですけど、リューズがスポッと取れちゃうっていう、そういう事故につながりかねないんで、こうしたインタラクションのなさっていうのに、ある程度慣れるまで、力の加減っていうのは注意が必要かなと思いました。そして次にケース仕上げですね。ここは包み隠さない製造工程っていうところが、いいポイントかなと思いました。要はリューズガードもなくて非常に簡素でプレーンなフォルムなんで、ケース自体は少し退屈かもしれないんですよ。まさしく実用時計らしいっていう、そういった造形にあふれてるケースになるんですよね。で、時計ケースの仕上げ自体もですね、特段特筆する箇所っていうのもなくてですね、総じて不満を感じることはない、仕上げケースの造形っていうことなんですよ。で、なんでじゃあわざわざここで触れたかっていうと、このケースの製造工程を公式ではっきり明言している数少ないブランドだからですね。しかも動画でそれをしっかり公開してて、そこは非常に好感を持ちました。公開内容に少し触れておくと、チューダーはステンレスの 316L を使ってですね、原泡製造っていう製造方法でケースを作っています。つまり切削ケースですね。ロレックスグループなんだから同じ 904L で冷感鍛造なんじゃないかっていうユーザーに淡い期待させることもなくですね、一切包み隠さないこうした姿勢に、プライドを持って切削ケースを製造しているのだなということを感じることができました。次にですね、ムーブメントを見ていきたいなと思います。ムーブメントはキャリバー MT5402 っていうムーブメントですね。写真を画面に出しながらちょっと見ていこうかなと思います。ねじ込み式の裏蓋に隠れているんで、写真を使ってのレビューになってしまうんですけど、スペックはまさに最新の設計によって行われているようですね。ツインブリッジで大きなフリースプラングテンプ、緩急装置は点輪に付けられた4本の調整スクリューで微調整を行うみたいですね。28800振動でシリコン製ヒゲゼンマイを採用しています。当然コスク認証の日差10秒ですよね。マイナス4秒からプラス6秒で調整されています。精度に関してはこの後しっかり確認していきますので、そちらお楽しみにということで、こうした最新設計なのでヴィンテージライクなデザインに反してですね、温度とか圧力の変化、重力、磁力など外的な物理的影響を受けにくい安心感があってガンガン使えますよね。パーリザも現代スペックの70時間です。一体鋳造のタングステン製ローターっていうのはボールベアリング受けですよね、これ。で、両方向巻き上げでした。しかも巻き上げ音も控えめで、ここはやっぱり好感触でしたね。ただ美観という意味ではね、全く見どころはないかなと思います。プレートに残る粗い切削痕っていうのは一切隠してないですし、メッキも最小限で、仕上げはサンドブラスト加工のみですよね、これ。すがすがしいまでの実用ムーブメントかなと思いますね、これ見る限り。こういったところにね、手をかけるよりもですね、精度とか耐久性の面に注力する姿勢っていうのはやっぱり合理的かなと私は思います。ただ一点レビュー期間中巻き上げ効率にちょっと疑問がありました。止まった状態から30分以上腕につけていても動き出さないっていう場面があったんですよね。個体差なのか巻き上げ機構設計にちょっとそういった
巻き上げ効率的な問題を抱えているのかはちょっとわからないんですけど、デスクワーク中心の方はね、購入前にここはしっかり確認しておいた方がいいかなと思いました。で、ここからは実機を着用して気づいた残念だった点っていうのを素直にですね、共有していこうかなと思います。